皆さんこんにちは。ジャパスタのマナです。今日は電子書籍と紙の本というテーマで話をしたいと思います。電子書籍は Amazon の Kindle のようにタブレットやスマホ、パソコンで読むことができる本のことです。皆さん、よく本は読みますか？そして皆さんは電子書籍と紙の本、どちらで読むことが多いですか？私は最近は電子書籍を買うことの方が多いです。けれど、勉強するときは紙の本の方がいいなと思っています。今日は電子書籍と紙の本、それぞれにどんなメリット、デメリットがあるのかについて話したいと思います。ではまず、電子書籍のメリットについてです。電子書籍のメリットは何といっても気軽に持ち運びができることですよね。スマホやタブレットの中にたくさんの本を入れることができるので、電車の中や外出中のちょっとした時間などにいつでも読書をすることができます。そして部屋の中に本をしまっておくスペースがいらないというのもメリットだと思います。紙の本だと読み終わったら本棚にしまっておいたり、いらない本は売ったり捨てたりする必要があります。他にも欲しいと思った時にすぐに買えることも大きなメリットだと思います。特に海外で日本語を勉強している方には本当に大きなメリットだと思います。海外で日本語の紙の本を買うのはとても大変ですよね。日本語の本を売っている店は少ないですし、もし売っていても値段がかなり高くなっていると思います。もともとの本の値段に輸送費、日本から皆さんの国へ本を運ぶためのお金がプラスされているからですね。電子書籍であれば日本で本を買うのとそこまで大きな値段の差はありません。ですので気軽に持ち運べる、本をしまっておくスペースがいらない、そして欲しいと思った時にすぐに買えるというのは本当に大きなメリットだと思います。では次は紙の本のメリットについてです。私は何かを覚えるときや勉強するときは紙の本の方が記憶に残りやすくていいと考えています。これは私の考えだけではなく研究結果も出ているそうです。紙の本で読むと本のこのあたりにこんなことが書いてあったと記憶に残ったり、本に書き込みながら問題を解くことで記憶に残ったりすることがありますよね。そしてもう一つ、貸し借りができることもメリットだと思います。紙の本であれば自分が読んで面白かった本を友達に貸すことができますよね。これは電子書籍だと難しいと思います。また自分がいらなくなった本を売ったり図書館などに寄付したりすることができるのもいい点だと思います。自分が本を買うときも新品の本を買うか中古の本を買うか選ぶことができますもんね。中古の本は他の人が読んだ後の本です。新品の本よりも安い値段で売られています。では次はそれぞれのデメリットについてです。これはここまで話したメリットの反対ですね。電子書籍のデメリットは記憶に残りにくいこと、本の貸し借りが難しいこと、そして安い値段で中古の本を買うという選択ができないことだと思います。記憶に残りにくいというデメリットについては読む本の内容にもよりますよね。漫画や雑誌、小説など本の内容を楽しむだけの時は
電子書籍でも特に問題はないと思います。漫画や雑誌を読んでそれを絶対に記憶に残したいということはあまりないからですね。そして紙の本のデメリットは持ち運びが大変、本をしまっておくスペース、本棚が必要、そして欲しいと思った時にすぐに買えないということだと思います。ただ自分が気に入った本を本棚にしまっておいて何度も手に取るのがいいという考えもありますから、必ずデメリットというわけではないですね。今日は電子書籍と紙の本というテーマで話をしてみました。どちらがいい悪いということではなく、その本をどういう場面で使うのかによって電子書籍か紙の本かを選ぶのがいいのかなと私は考えています。皆さんはどうですか？電子書籍と紙の本、どちらで読むことが多いですか？私のように電子書籍と紙の本を使い分けていますか？もしよければコメントで教えてくださいね。それでは今日はここまでです。このポッドキャストが役に立ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。